2024年6月16日日曜日、この日はですね、本当は房総半島の林道を走りに行く予定だったんですけど、朝方まで雨が降ってたんで、さすがにね、午後から晴れるっつっても、雨降った後の林道はおっかないんで、急遽東京をブラブラ走るツーリングプランに変えました。で、今向かっているところは秋葉原の街です。ちょっと眺めて終わりっていう感じなんですけども、この秋葉原に関してはですね、はい、ここを右折します。秋葉原に限らず東京の街へ遊びに行くときはまず電車なんで、バイクで行くってほぼまずないんですけど、今回は珍しいですね、自分にとっても。さあ、秋葉原のこの万世橋のところに来たんですけども、ここであることに気づきました。今日は日曜日なので、この通りが歩行者天国、この先が歩行者天国になってて、直進できないんですよ。あらっと思って、これ左折か右折しかないなと思って、やばいなと思ってですね、急遽エンジンを止めて歩行者になりました。やばいと思って。秋葉原自体も久しぶりに来たんでね、そうだ、歩行者天国でしたよね、ここね。でもほら、小型バイクなんで、エンジン止めて降りて押せばすぐ歩行者になれるんで、ここら辺がやっぱり小型バイクの最大のメリットと言ってもいいんじゃないでしょうか。ちょっと眺めに来ただけなんですけども、すごい人ですね。やっぱり人気のある街ですもんね。でも昔と比べてやっぱり家電の街っていうよりも、このゲームとかアニメの色がすごい強くなりましたね。神田神保町、ウィンタースポーツ用品のお店が立ち並ぶ街。スノーボードやる前もこの街の存在は知ってたんですけども、その昔はやっぱりすごかったですね、賑やかで。今はそんなにパッとしないような感じがするな。昔はスキーブームがすごかったらしいですからね。あと有名な古本屋街になってます。有名ですよね。でも僕が読むような本じゃなさそうなんですけど、どうなんだろうな。まだ入ったことはないですけどね。なんかやっぱ専門書とかの古本とかが多いのかな。あと本屋さんなんで、紫外線、日の光で本が傷まないように日当たり不良な北側を向いております。ほぼ全部北側向いてると思います、書店はね。日向は暑いんですけど、この木陰の中を走るとすごく涼しくて気持ちいいです。
ちょっとここで停車して一呼吸置いて休憩したいと思います。この千鳥ヶ淵の今走ってきた道なんですけど、一方通行で交通量がほとんど、車がほとんど通らないんで、ちょっと休憩するにはいいポイントですよ。ここは小型バイクなんかね、ちょっと脇に停車すればもう交通の妨げにはならないし、トイレも綺麗なんですよ。ここはお花見シーズンの時は混みますよ。この絵画館には一度行ったことがありまして、日本の歴史の教科書に出てくる絵がいっぱいありますよ。結構本物見ると感動します。等々力渓谷公園には駐車場がないっていう風に書いてあったんですけども、この日本庭園側の真ん前にですね、駐輪場があったんですよ。わあ、これはラッキーっていうことでエイプ止めました。駐輪場の場所はこんな感じです。それでは等々力渓谷を少し歩いてみましょう。この先に行くと下りの階段になっております。
それにしてもですね、この轟渓谷、想像以上に素晴らしいですね。もうすぐ隣はもう住宅街なんですけど、もうちょっと入るとこの渓谷になったりして、本当にもうジャングルのような、こんなにガラッと変わっちゃうんだっていう感じで、面白いですね、ここ。あそこの赤い傘が立ってるところはお茶屋さんみたいで、あそこで休憩できるみたいですね。倒木の恐れがある樹木が結構いっぱい見つかったみたいなので、今こうやって立ち入り禁止になっちゃってるんですよ、この先がね。ずっと1キロほど歩けるらしいんですけども、うわー、全部見たいな。令和7年にはちゃんと整備してまた見れるようになる予定だそうですよ。私が来た時は準備中でしたので、このお茶屋さんを楽しむことができなかったんですけど、かき氷なんかも食べれるのか、いいなぁ。お茶屋さんの前の階段を登っていってみたいと思います。どこに出るのかな。さあ、登りきりました。そしたらですね、満願寺というお寺になっておりました。轟不動尊を祀っているそうです。不動明王の得意技は何か知ってますか、皆さん。実はですね、金縛りなんですよ。この金縛りっていう技をですね、こう人間に悪さをしようとする悪魔に対して、かけるそうなんですよ。そうすると金縛りにかかった悪魔は身動きを取れなくなって、不動明王の怒りの鉄拳を食らうということらしいんですよね。これが語源にはそうなってたみたいですよ。だから金縛りになったなんて言ってる人は、もしかしたら人間じゃないかもしれませんね。悪魔かもしれません。何かご利益がありそうな輪をくぐってみたいと思います。よいしょっと。ありがたい。よくわかんないけどありがたいですね。